めちゃくちゃ怒られました。今では気に入っていて、ちょっと冗談で売って違う車にしようかなって言ったりすると、絶対嫌だっていう風に断れるぐらい。はい、ボーイズ&ウィルズ TV、今日もですね、素敵な車と素敵なオーナーさんに来ていただきました。お名前は高橋です。高橋さん、年齢は30です。30歳。どちらからいらっしゃいましたでしょうか？吉祥寺です。吉祥寺おしゃれタウン住みたい街ナンバーワンでございます。お仕事何されてますか？東京今津線の緑ヶ丘っていう駅の花根という美容室でスタイリストをしてます。めっちゃ詳しく言っていただいて来てほしいっていう。はい。ご家族構成は？妻とお腹に今子供を妊娠中です。素晴らしいでございます。そしてこちら車なんでしょうか？WI30 のグロリアワゴンです。グロリアワゴン、日産グロリアワゴン、ついにボーイズ&ウィルズにこの車出ていただきまして嬉しい。何年式？1998年式です。98年って結構最近な気がするんですけど、こんな車まだね、日産98年作ってた、なかなか興味深い車でございます。グロリアワゴンって、これで何代目なんですかね？これで歴代6代目のグロリアです。結構作ったんだな。この後はもうワゴンなし？そうですね、ワゴンはこれで多分最終ですね。これ最後ですよね。これ多分10年前ぐらい、89年ぐらいデビューですかね。そうですね、89年から10年間ぐらい作られて、もう2000年もう手前でもうこのデザインなんで、なるほど、すごくかっこいいです。そう、2000年手前でこのねレトロな感じ、なかなかね当時もまだ作ってんだってこと思ったことがありますけども、そういうですね、当時としてももうすでにネオクラシックだったんじゃないかっていう、今となっては完全にネオクラシックのこの車、そして高橋さん、いろいろ聞いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。高橋さん、愛車遍歴を教えていただけますでしょうか？初のマイカー。初のマイカー。なぜこの車になさったんでしょうか？そうですね、もともとはスポーツカー、すごい興味があって乗りたかったんですけど、妻と結婚して、妻がこう古着が結構好きなので、その古着と合うようなこうファッションに馴染むような、車、ちょっとしたいなと思ってこの車にしました。それでこちらですか？はい。どんなとこを気に入ってます？それで結局これをされて。もうまずはこの四角いボディ、とにかく直線が多いボディと、そうですね、あと中のインテリアとか、すごい車こだわってる部分とか、この車にすごい詰め込まれてて、例えばエアコンの吹き出し口の周りにちょっとこう細いメッキパーツがこうあったりとか、あとはこうインテリアのラインも全部こう四角いスイッチ類だったりとか、あとはメーターがちょっとこうレトロなメーターがまたいいですよ、これね。かっこいいですね。あとはベンチコラムっていう前がベンチシートでここにシフトがついてるようなもので、一応前に3人座れて後部座席に3人で、あとはリアに跳ね上げのベンチシートがあるんですけど、そこに2人座れるので、マックス8人乗れます。332、そんなに乗れるなかなかない車ですね。これいいですね。そこも気に入ってる。そこも気に入ってます。いや、友達とふざけてやりましたけど、それはいいですね。だいぶちょっと狭かったですね。では先ほどありました、サードシート、皆さんどんなものか見てみましょう。オープンザゲート。開きます。ありませんね、椅子がね、まだね。そうですね。そしてここからまずそこが立ち上がる。なるほど、そっちをパコンと来てここに座るということで座りましょう。お邪魔します。どうぞ。先に以上すっぽり感がいいんですけど、確かにこれ友達と8人乗ったのだいぶ後ろの人と目合いますね。そうですね。車買ってどれぐらいでしょうか？ちょうど2年経ちます。2年ぐらい。どこでどうやって買ったんですか？有名なフリマサイトで購入しました。そんなとこに出てた。なかなかないなと思ってた時に、そのフリマサイトにポンと出てきて、でもう直接オーナーさんに会いに行って、もう即決しちゃいました。それは一人で見に行った？妻と一緒に行きました。奥さんの反応は？あんまり良くなくて、
もともと僕がちょっと試しに見に行くぐらいの感覚で連れてったんですけど、あるあるですね、はい、そういう即決っていうのはね、もうこのボーイズ&リーズでも何人そんな方を拝見してきたかっていうか、はい、それで結局これにして奥様の了承も得て、はい、そうですね、事後報告で買った後に買ったよって買ったよどうでした、その時反応は。めちゃくちゃ怒られました。めちゃくちゃ怒られますよね。めっちゃ怒られました。まだ怒ってますか？いや、もう今では気に入っていて、ちょっと冗談で売って違う車にしようかなって言ったりすると、絶対嫌だっていうふうに断れるぐらい気に入ってくれました。めちゃくちゃいい話じゃないですか。はいはい、どうしたとこ気に入ったんでしょうか、奥様。まあでもやっぱり古着好きっていうのもあって、そういうクラシカルな内装っていう、なんでそこら辺は結構、気に入ってくれて、なるほど、はい、良かったです。乗り心地とかも気に入ってんじゃないですか。そうですね、本当にソファーがもうふわふわしてて、なんかこうリビングでくつろいでるぐらいの感覚で、なるほど、助手席に乗れるんで、そうですよね、気に入ってくれてると思います。いいとこばっかりでございます。はい、さっきお話を聞いた通りに、これ、ね、奥様が気に入るのをうなずけるほどね、ソファー感いいですね、これね。めちゃくちゃいいですよね。はい、めちゃくちゃ座り心地が良くて、あとやっぱりこのね、ベンコラだからね、広く感じるのかっていうのかな。そうですね、ここになんか、荷物とかも置けるんで。ですよね。はい、で、このアームレストもこう出すと、こうなると。置けますね。でもない方がなんかあれですよね。ない方がなんか開放感があってね、いいですけど、2年前に最初に乗った時、どんな印象でした？ワクワクしてたと思うんですけど。いや、そうですね、ただ前と後ろが結構長いので、なんかそれはちょっと慣れてなくて、ちょっと怖かったですね。意外とこう四角いから平べったくて大きく見えるんだけれども、当時の車だからそんなないんですよね、実は幅。そうなんですよ、5ナンバーで。5ナンバー、はい、これでも5ナンバーで8人乗れるんですよ。そっか、2リッターだし、サイズ的に5ナンバーで8人乗り。結構毎日乗ったりするんですか？そうですね、たまに通勤で使ったりとか、基本休みの日しか乗らないんですね。休みの時どこ行くんですか？まあショッピングだったら都内の方に行ったりとか、まあ自然が好きなんで、山とか海沿いがなかなかこう雰囲気があって、まあ確かに、はい、この車も合うんで、海も行ったりします。泳がないんですけど、まあまあまあ止めてゆっくりして、一人で奥様と。そうですね、妻と基本は休みの日は過ごします。なるほど、まあ、こういう車ですし、まあ、最初おっしゃってましたけど、ね、古着がお好きな奥様との影響もあってとか、まあ、ご自分もそういうのも好きだと思うんですけど、車に乗る時も大体こういうファッションで乗ってます？そうですね、やっぱ古着中心で、まあ、新品とミックスしたりとかで乗ってますね。今日ちなみにチャンピオンは古着？はい、そうですね、リバースウィーブでですよね。90年代の一応古着ですね。で新品の靴とか、まあ、合わせたりして。そうですね。なるほど、はい、まあしっくりきますよね。そうですね、なんか楽ですし、着てて。そうそうそう、まあだから気取らなくていいので、ちょっとおしゃれジャージみたいなのでも全然乗れちゃうっていうね。そうですね、デニムに白 T とかでも全然、ああ、それもかっこいいですね。トラブルとかありました？今のところないですね。ない、定期的にメンテナンスしてるぐらいで、本当にエアコンも効きますし、すごい今効いてるんですよ。ありがとうございます。なんで夏も快適なんですけど、後部座席はちょっと暑いですね。ああ、確かにこの時代は後部座席にエアコンの吹き出し口ない。しかもこんなに広いねキャビンですから、なかなかエアコンが届かない。でも大体お二人で乗るんですよね。そうですね、かもしくは一人。そうですね、一人でもうここだけ冷やせる。問題なさそう。エアコンがない季節は結構窓開けたりして。もう窓全開で、風浴びながら。なるほど、音楽聴いたりして。音楽聴いて結構見られます？車的に。そうですね、めちゃくちゃ見られますし、ちっちゃい子に、すごいかっこいいってなんか横断歩道とかですごい言われたりとか、おじさんとかちょっと年上の方たちにも結構やっぱ声かけられて、気分はいいですね。なるほどね、やっぱりお子さんから先輩までそうです、人気のある車種ということで、車のインプレッションご自身でそうですねされるとしたらどうですか？たくさんあると思いますよ、この車は。そうですね、なんか速く走るっていうよりかは、もうゆったり走る車なんで、シート倒してゆったり座って、でまあ車も古い車なんで結構上下に
ふわふわ揺れるんで、なんかその乗り心地をなんか楽しみながら乗ってますね。確かに程よいふわふわ感と、このシートのね肉厚感も相まって飛ばすというよりは流す車、この車なんと V6 の2リッターという非常に珍しいエンジンを積んでますけれども、フィーリングどうですか？そうですね、そんなに加速がいいっていうわけじゃないんですけど、やっぱりV6 の、排気音っていうかドロドロした音がやっぱり好きで、なんか住宅街とかこう響くところだと共鳴して、そうです、共鳴して聞こえるんで、そういう時は結構窓全開にして聞いてちょっと楽しんでるし、己の音を聞いて、そりゃそうですよね。自己満ですね。いやそれはねみんなやってると思います。ハンドリングどんな感じ？重いんですか？軽いんですか？パワースですよね。そうですね、今の車に比べたらちょっと重いですけど、パワースがついてるんで、それなりには楽に運転できます。その重さもなんかね、心地よさそうな運転してるっていう感じなんでね、いいですね。いいですよね。あと僕いいなと思ったのはこのね、窓がね、直線で、そうですね、カクカクなんで窓も直線ですね。なんか見晴らしがいいというか、視界がいいというか、あとはこのインパネとかダッシュボード周りもなんか直線的なんで、確かにここの広く感じますね。エアバッグがついてないから、ついてないんで広い、これがいいんですよね。昔の車はね、ここら辺のスペースがめちゃくちゃありますもんね。これも全部ノーマルですかね。そうですね、もうそのまま純正でここ残してあって、ダッシュボードの中に実は Bluetooth のオーディオを入れてますね。なんでこのインテリアを残しつつ、やっぱ音楽が聴きたい。ここに最近のピカピカのは入れたくなかった。ピカピカちょっと嫌だったんで、もうそのままにしてますね。分かるな、その気持ち。もう戻したいな。このドリンクホルダーもわざとこういうのを探した。そうですね、これもともと前のオーナーさんがつけてたんで、なんかやっぱウッドの感じが合ってるんで、なるほどね、そのままにしてるんですけど。ちなみに走行距離現在何万キロ？今23万8000キロですね。23万8000キロで買って2年でノントラブル。そこは本当にありがたいですね。技術の日産とはよく言ったもので全然僕自身詳しくないんで、ちょっともう賭けみたいなところあったんですけど。なるほど。でもすごいいい状態の車で。良かったですね。良かったです。当たりが当たりでしたね。日頃の行いが良かったんですかね。車現状のままでこう満足してる感じでしょうか？そうですね、結構もう満足してる状態なので、変えるとしたらちょっとホイールとか、あとは細かいちょっとパーツ、結構マイナーなパーツがあってオークションサイトでいつもちょっとチェックしてますね。なるほど。まあでも旧車の方はやっぱりこの現状を維持しつつ、そうですね、やれとかね、サビもそのままにそうですね、進行させない程度ってことですね。ちょうどいいぐらいで残してますね。乗せていただきまして、戻ってまいりました。いや、いい車でございました。ありがとうございます。おおらかでね、これはね、奥様が気に入る理由もよく分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にこの車100点満点中何点でしょうか？100点ですね。100点出ましたね。100点本当に好きですね。本当に好き。いや、素晴らしい。そして乗り続けますか、この車ズバリ？そうですね、乗り続けてできたらちょっと子供に譲りたいですね。今度生まれてくるベビーに譲るためにもじゃあ大切に乗っていただいて、安全運転で、そしてお仕事も頑張ってください。ありがとうございます。奥様よろしくお伝えください。ありがとうございます。はい、ということでボーイズ&グレイス TV、 今日は高橋さんとフロリアワゴンでした。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。いや、いい音だ。V6 2リッター、なかなかないですね。V6 2リッター、気をつけて。ありがとうございます。いいね、ちょうどいいよこれ。四角いね。またねー。